こんにちは、アンナスです。今日はアンナスの雑貨の刺繍っていう本の中から、森のフェスっていうページがあるんですけど、その中の狐を刺繍しようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、雑貨の刺繍の本の森のフェスのこの狐を刺繍しようと思います。では図案を写していきます。図案はコピーしてあるので、これチャコペーパーですね。めくってこのインクがついている方を下にして上に図案を乗せて待ち針で布と紙を留めておきます。左手で押さえて一気に描いても大丈夫です。でトレーサーでなぞっていきます。はい、写ってますね。じゃあこれで刺繍枠をはめていきます。刺繍枠はこうやって2つに分けて、内側の方を布の下に置いて、で枠で布を挟んで、図案が真ん中に来るようにセットしたらネジをしっかり締めます。で布がこうたわんでくると思うんですけど、そしたら指でこう引っ張って常にピンと張った状態を保ちながら刺繍していきます。では、まず黄色からですね。刺繍糸は使いやすい長さの65センチぐらいにカットしてあるんで、これだと6本入ってるんで、このタグがついている方の輪の方から抜くんですけど、この6本の中のさらに1本を引っ張って、2本取りなので2本取ります。で2本一気に引っ張るともつれるので、1本ずつ抜いて針には2本セットします。はい、で長いのと短いのにセットして、ここで刺繍して追いついてきたらどんどん反対側を短くしていきます。では最初に、耳から刺していくんですけど、最初は玉留めをしないで、玉留めは全然するんですけど、玉留めしてしまうとサテンステッチの場合裏が玉だらけになって刺してる時に絡まったりするので、代わりのものを作ります。並縫いをどこかサテンステッチで隠れるところに2つ入れてギリギリで留めます。で糸が渡っている上にザクッと刺すとこれで絡まって止まっているので、出ているところはハサミで切ります。で最初耳ですね。耳は三角形なので、ちょっとその図案に刺し順っていうか、その太い線で3本入れてるんですけど、ちょっと分かりづらいですね。絵が小さいので、こういうことですね。外側を2本こうやって入れておいて、で中も入れて、この頂点から放射状に3本入れておきます。であとは中を埋めていくんですけど、同じ穴に何回も入れるとここがすごい穴が大きくなるし、なんかモコモコするので、ちょっとずらして、糸の下でちょっと手前に刺してます。頂点までいかないでちょっと手前の方に短くステッチを何本か入れておいて、この間を埋めます。分かりにくいですね、細かくて。で最後に頂点にちょっと入れておくと、これでちょっと内側に入れたステッチっていうのがここが
っと穴が開いてる感じが出てしまうので、全部ステッチが終わったらもう一回頂点に入れておくと、全部が頂点に入ってる風に見えます。実は入ってないんですけど。で、2番が鼻のこの辺りですね。この辺りに1本入れて上と下と埋めていきます。で、この時に、図案でも書いてあるってわかると思うんですけども、最初ここの目と鼻のこのなんていうの、くぼみっていうかへこんでるところに1本入れて基準にして平行に埋めていくんですけど、平行にならないんですよね。だんだんなんか向きが S 字なんで、なんとなく向きがちょっとずつすごい変わると大変なんで、そこまで変えなくていいんですけど、なんか多少はやっぱちょっとこうなりますね。完全にこの向きで頑張って刺してもいいんですけど、なんか曲がっても大丈夫です。で、サテンステッチは基準を入れて半分ずつ埋めていきます。長方形とかだったら端から埋められるんですけど、こういうなんか直線が端っこにないもの、例えば端から始めようとすると頂点から始めるとか、こういう曲線から始めるっていうことになるんで、そういうところはちょっと難しいですね、始めるの。なのでどこか基準を入れて、で半分埋めて残り半分を埋めるっていう感じでやっていきます。こんなもんかな。で続きをできれば平行を保って刺していきたいんですけど、やっぱどうしてもこの S 字の形につられてしまって、多少はやっぱこう向きがね傾いていくっていうのはしょうがないかなと思います。この耳のところが三角形なので、なんかここの際から出すよりも外から針を出して、で内側この耳のちょっと下になるように刺した方がちょっと刺しやすいかなと思うので、刺繍枠をくるくる回して自分の刺しやすい方向に変えていきます。これで、最初に耳を刺したんですけど、なんで最初に刺したかっていうと、見てわかる通りこうやって先に刺しておかないと、この三角形のサイズを開けて刺すって結構難しいんですよね。綺麗に開けられないので。もうこの三角形が決まってる、もう全部見えているものっていうのは先に刺しておくと、あとは間を埋めるだけなので楽です。あとやっぱり三角形先に刺しておくと綺麗に仕上がるので、そういう順番になってます。なので私の本は刺し順が書いてあるんで、そういう感じでやってもらうといいかなと思います。自分で刺し順が、自分で図案を起こして自分で刺し順を考えるっていう場合はちょっと参考にしてもらうといいかなと思います。はい、これで糸が少なくなってきたので終わらせます。裏の糸を2回ほどすくうと、これで絡まって止まっているので、出てるところをハサミで切ります。でまた新しい糸を2本出して
同じように針にセットします。で2回目以降は裏に糸があるんで、ここに絡めます。で2回ほど絡めればもう止まってるので続きをします。で、だんだんこれ向きを S 字の形でこうやって向き変えればサテンステッチで全部いけるんですけど、やっぱりなんかここはね横横に刺したかったのでロング&ショート途中から入れてます。だから全部サテンステッチでやりたい方はなんかこういい感じにこう滑らかな、放射をやっていくといいんですけど、ロング&ショートを説明していきます。一気にいくと長すぎるっていうところは、2回とか3回に分けて刺していきます。ただ分けて刺すとちょっとここに見本みたいなのがこういうサテンステッチいっぱいでやりたいわけではないんですよ。これを一つの塊として見せたいわけなので、まず1段目、名前の通りロングとショートをランダムに入れます。別に短いとかなんか中ぐらいのが入ってもいいんですけど、こんな感じで。で、この辺はサテンでいってもいいのかな。なんか微妙に1センチ超えたらサテンステッチっていう設定にしてるんですけど、厳密にそんな長さ測って1センチとかはやってないんですが、使っててすごい長かったりするとこう糸が動いて布が見えたりとかするのが嫌なので、だいたい基準を1センチっていう風にしてます。別に 1.2 センチでも 1.5 センチでもサテンステッチするときはサテンステッチしてます。だからこの辺は大丈夫ですね。なんかここがちょっと長かった。だから基本的に今やってるみたいに隣に差し埋めていかなきゃいけないっていうわけではないんで、こうやってなんか基準とかこう目安的な線をこう入れたりとか逆から戻ったりとか割といろんなやり方で刺してます。で、重なる予定、こっちもう一段作りたいので重なる予定のところは長い短いをランダムに入れてます。ちょっと分かりにくいですね。ランダムに入ってるんです実はで次2段目いきます。2段目は平行にザクッと刺します。でもこっち側は線があるのでその線の通りに刺して、で今ここに刺したからちょっと手前とかすごい奥とかいろんなところに刺してください。でないと同じようなところにいっぱい刺してしまうとなんかここで切り替えたんだな、なんか2段で刺してるなっていうのがバレてしまうので、バレないようにカムフラージュさせるっていう感じの、ステッチをやってほしいのでいろんな場所に刺します。で最初の1段目のステッチが少ないとこうやって2段目埋めた時にこうなんか隙間が空いたり穴が開いたりするんで、そういう時はまた1段目少なかったんだなと思ってまた上から足してください。なので、ロング&ショートをする時っていうのはちょっと厚みが出るんですけど、でももうそれはしょうがないです。そういうステッチなのでどんどん埋めていってとにかく色をしっかりのせるっていうのを、目標にたくさん刺していきます。でこのロング&ショートステッチが終わったらまたサテンに戻ってまたこの下の方もちょっとロング&ショートにした方がいいですかね。その辺はちょっと自分で見極めてやっていってもらうといいかなと思います。
これでこの狐の部分が狐の、背中の部分が刺せて、次がこの耳を刺繍したいんですけど、これ一気にいくと糸がこうやって渡ってしまうので、こういう時は中を通します。刺繍糸の裏のところこうやって中通してあげると糸がこう渡らなくていいし、糸が渡るとなんかこう引っ張った時に引っ張らないんですけど、基本的になんかこうなんかの弾みで引っ張った時とかにこの一針目がちょっとこう緩んできたりとかすることもあるので、こうやって中に留めてこうくぐらせながらやっていった方が綺麗に仕上がります。でこれもこの最初に刺繍した耳と同じです。外側刺して中を埋めて間を埋めてっていう感じでやります。これで裏に絡めてで今度は白で刺していきます。もうこれ順番は一応書いてありますけど、どっからやってもいいです。もうどこやっても一緒なんで。ただ尻尾の方が先ですね。こっちの白は後からです。なのでじゃあ尻尾からやっていきましょう。尻尾はこの狐と同じ一つの塊なので、たまたま色が違うだけなので、ここは平行を揃えておいた方がいいです。今横にここが刺さっているんで、同じように横に刺します。でもし長い場合はロング&ショートしてください。ちょっとね微妙にいけそうかなと思ったんで今サテンでやってます。もうちょっとこの上のあたりがちょっとロング&ショートになるかもしれません。ただこれ人によって角度がすごい真横だったら私みたいになるかな。ちょっと斜めになったり、もう全部ロング&ショート入れずにサテンでやってるっていう方はやらなくてもいいかもしれないです。ちょっと人によってどのあたりにロング&ショートが入るかっていうのはちょっといろいろ違うかなっていう感じですね。はい、では尻尾ができたので、あとここのお腹の部分とかも全部白で埋めていきます。でさっきも言ったようにやっぱりここ一つの塊なので向きを揃えます。背中とお腹の部分は同じ向きで刺していきます。はい、ではできたので裏に絡めて、で目と鼻を刺繍して仕上げます。
これも2本取りですね。もうちょっとしか刺繍しないんで、これを2つに分けて、これで2本にします。この輪のところを針に通して、この輪は切らないで、刺繍したいところの裏にこうやって通して、でこの輪の中に針を通してこうやってやるとこれで止まってるので、目はフレンチノットですね。フレンチノット失敗したらまた切ってやり直してもらえばいいんで、まず出します。で少し上を持って空中で2回巻いて同じ穴に刺して引き絞ってから引っ張ります。これで目ができました。鼻はサテンステッチですね。何も書いてないんで、なんか適当にちょんちょんと入れておいてください。1本だとちょっと少ないですね。何回かこうやって出していい感じになったらもうこれで終わりにします。はい、これで出来上がりです。あとはお水で消します。水で濡らすだけで消えるので、これはクローバーのチャコピーを使っているんですけど、ゴシゴシしないと落ちないタイプとか、いろいろチャコペーパーってすごいいっぱい販売されているので、なんか好きなのを買ってもらうといいんですけど、私はクローバーのチャコピーをよく使っています。ということでこれで出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。